0から1を生み出す。発明とは世界にまだない全く新しい価値を生み出すものだけを指すと思っていませんか？しかし実は優れた発見やアイデアからインスピレーションを得ることも多く、新しいものを創造し世に送り出す方法は様々。科学・発明の歴史の中でも世の中に変革を起こした偉人たちの中には、先人の生み出したアイデアをうまく盗み転用してきた人たちがいます。トーマス・エジソン、アメリカの発明家で、現在私たちが日常で使っているさまざまな電化製品の発明や改良を行い、大きな功績を残した人物。エジソンもまたあらゆるアイデアを改良し実用化して世に送り出すことに長けていました。スコットランドの科学者グラハム・ベルが特許を取得した電話機の技術について、より長い距離で通話ができるように改良したり、イングランドの物理学者ジョゼフ・スワンが発明した白熱電球の部品改良を行い、より長く明るく光る電球を作り実用化しました。発明王エジソンが実は改良を得意としていたというのは意外です。商工業の世界では誰もが盗む。私も随分盗んだものだ。肝心なのはいかに盗むかである。ただただ真似たり盗んだりするのではなく、既存のアイデアのいいところを見つけ、逆に良くないところはどこかを的確に分析し、改善の試行錯誤をする。その結果、よりよく便利なものが数々生み出されてきたのでしょう。ジェームズ・ワット、彼もそれまであった技術を改良し、生み出した技術で産業に大きな影響を与えました。イギリスの発明家トーマス・ニューコメンが発明した蒸気機関にある欠点を分析、改良を加えてより効率的な蒸気機関を開発しようと試みました。それまで使われていた仕組みは、一つのシリンダー内で加熱と冷却を繰り返すもので、冷えたシリンダー内を再び温めるために大量のエネルギーが必要となっていて、効率が悪いことに気がついたのです。そこで彼は蒸気を冷やす工程をシリンダーとは別の場所で行う仕組みを考えました。こうしてシリンダーを温めたまま減圧させ、速いサイクルでピストンを動かすことができるようになりました。効率が飛躍的に良くなったんですね。さらに彼は改良を重ね、ピストンの往復運動を回転運動に変換することで、工場現場で活用できる蒸気機関を作りました。ニールス・ボーア、彼は師匠が提案した考えの矛盾を解消する考案をしたことで知られています。師匠であるアーネスト・ラザフォードの下で原子の構造などについて研究を行っていました。そして大きな功績として残っているのが、ラザフォードが発表していた原子模型を改良したことです。ラザフォードの原子模型は、原子内の中心には原子核があり、その周りを電子が回っているとしたものです。しかしこれにはいくつかの観点から説明できない点がありました。ラザフォードの原子模型では、原子核の周りを電子が円軌道を描くとしていましたが、これでは電子が電磁波を放射してエネルギーを失い、原子核に落下してしまうことになるのです。そこでボーアは、電子は量子条件を満たす特定の軌道で安定に存在でき、その軌道内であればエネルギーを放射せず原子が不安定になる問題を解決しました。師匠の疑問を弟子が解決したんですね。また軌道間を電子が遷移するとき、電子は光子を放出・吸収するという理論など回さり、ボーアの原子模型は提案されたのでした。アイザック・ニュートン、皆さんよくご存知、ニュートンは数学・力学などさまざまな分野で業績を残しました。ニュートンの数々の功績も先人たちの研究や理論が基盤とされていました。特に全ての物体は外部から力を加えられない限り、静止している物体は静止状態を続け、運動している物体は等速直線運動を続けるという運動の第一法則は、ガリレオ・ガリレイの発見をもとに整理・定式化されました。運動の法則を基礎として構築されたニュートン力学は、ガリレオ・ガリレイだけでなくヨハネス・ケプラーなどの先人による発見を発展させたものと言われています。私が彼方を見渡せたのだとしたら、それはひとえに巨人の肩の上に乗っていたからです。自分自身の業績や成果を築く際に、先人たちの知識を基盤としていることを意味する言葉と言われています。彼のような偉大な科学者でさえ、自分の業績が先人たちの知識のおかげだと謙虚に認識していることを示す言葉ですね。今回は先人の生み出したアイデアをうまく転用してきた偉人を4人紹介しました。単なる真似ではなく、より良くするために試行錯誤し改良する。科学は先人たちとの共同作業であり、先人たちの研究や発見があったからこそ、新たな知識を得ることや技術の発展が続くのでしょうね。そしてそれがまた未来の研究者たちにつながることでしょう。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。